こんにちは、モネです。今日の動画はかねてよりリクエストの多かった自作リフィルについてです。一度喋ろうと思ったことをまとめてみたら、とてつもなく長くなってしまったので、4回に分けてお送りします。第1回が自作リフィルのいいところと使っている道具。で、2回目が作業動画を見ながらリフィルを作る時のポイントを紹介。で、3つ目がパソコンがなくても作れる自作リフィル。で、4回目が今まで作ったリフィルを詳しく紹介。ということで今回は第1回の自作リフィルのいいところと使っている道具を紹介していきます。少しでも皆さんのリフィル作りに役立ててもらえたら嬉しいです。動画を見てて気になったポイントや質問はぜひコメントで聞いてみてください。動画の感想もいつも嬉しいです。それでは今日も楽しい手帳時間いってみましょう。自作リフィルのいいところをまず紹介していきます。この1年間自分でリフィルを作ってみて3つのいいところを感じています。1つ目が自分に必要なページだけを集めることができる。で、2つ目がテンプレートを作ることで時短にもなる。で、3つ目が自分の好きな紙に印刷できる。この3つが私にとって自作リフィル作ってよかったなって感じるポイントです。ちょっとね、1つずつ詳しく紹介していきます。まずは自分に必要なページだけを集めることができるについて。自分の使っていないページがあるのって結構テンション下がりませんか？空いちゃったページイコール自分が手帳を使えてないって思っちゃうきっかけにもなると思うんですよね。市販のテンプレートは必ずしも自分にぴったりなフォーマットとは限りません。私は今でも試行錯誤してますが、自分にぴったりなものが何なのか知るきっかけにもなります。私の場合だとカレンダーは月曜始まりがいいとか、シンプルなのがいいとか、あと YouTube 頑張りたいから計画立てできるガントチャートが欲しいなとか、フリーランスっていうこともあって1ヶ月の仕事の売り上げをメモしておける場所が欲しいなとか、ダイアリーページ毎回書き込むの面倒だからテンプレート化したいなとか、あとは映画は作品の詳細情報も書きたいなとか、ちょっとね不便だなって思えるところを自分にぴったりに変えていくことで手帳は格段に使いやすくなっていきます。ちなみに1ページテンプレートを作る必要もなくて、今ある市販のもので例えば使わない項目の部分をサイズを測ってそれに合わせて自分に必要な項目に貼り替えるっていうこともできます。お次はテンプレートを作ることで時短にもなるについて紹介します。これはよく使うものほどテンプレートにしておくと文字通り時間の節約になります。確かにテンプレートを作るのに時間はかかるんですが、作り切ってさえしまえばそこからは都度プリントアウトしたりストックしておけばいつでも使えるようになります。バレットジャーナルは自分の好きに作れる手帳なんですが、時に時間をものすごく溶かしてしまうのも事実です。実際私も毎月違ったマンスリーログを作っている人のを見ていいなぁ、かわいいなぁって憧れがあってバレットジャーナルを始めたんですが、いざやってみたらとんでもなく時間はかかるし、手帳を使う目的を忘れそうになったんですよね。私はあくまでなりたい自分になるためだったりとか、自分の記録を残すために手帳を使いたかったので、テンプレートをめちゃくちゃシンプルにして周りをマステだったりとかシールとかでデコレーションすることを楽しむのもいいかもしれないなんて思って自作リフィルを作るようになりました。最後の3つ目は自分の好きな紙に印刷できる。これはプリンターあってこそなんですけど、好きな紙に印刷できるのは嬉しいポイントです。このページは厚い紙にしたいなとか、このページは白い紙じゃなくてクラフト紙を使いたいとか、そんな自分のこだわりを追求できるのも自作リフィルならではかなって思います。次は使っている道具たちを紹介します。私が自作リフィルを作るために使っているものは5つ。リフィルのテンプレートを作るパソコンとソフト。で、作ったテンプレートを印刷するプリンター。で、リフィルにする紙と、あとリフィルに変えるリフィルメーカー。
この5つの道具で自作リフィルを作ってます。ちなみにパソコンとソフトがなくても実はリフィルのテンプレートって作れるんですよね。それについては第3回のパソコンがなくても作れる自作リフィルで紹介します。まずはリフィルのテンプレートを作るパソコンとソフト。私が使っているパソコンは2020年に発売された M1 チップっていうものが搭載された MacBook Air の13インチのものです。デザイン業を引退したので Air で十分かなって思って去年買い替えました。お値段は拡張とかしなければ104,800円で、そして使っているソフトは Adobe の InDesign っていうソフトです。イラレや Photoshop っていう名前は比較的よく聞くかと思います。InDesign はそのイラレや Photoshop と同じデザイン系のソフトで、本などページをめくれるもの、冊子物を作るのにすごく特化したソフトになってます。Adobe のソフトは月額の利用料金を払うことで使うことができて、私は Adobe の20以上のソフトが使い放題になるクリエイティブクラウドっていうものを使っています。なので毎月6000円近く引き落とされてますね。結構高いサブスクなんですけど、でも Adobe のソフトがないと私は仕事ができないので、私にとってはすごい超必需品なんですよね。私自身デザイナーだったこともあって、使っているものたちが馴染みのない方も多いかと思います。ワードやエクセルで作れたらよかったんですが、逆に私はそのワードやね、エクセルは全然使えなくて、なのでごめんなさい。次回の動画、作業画面を見ながらリフィルを作る時のポイントを紹介っていう動画では、作業画面をお見せするので、少しでも自分の使ってるソフトで応用ができそうだなっていうところはどんどん真似してみてください。お次は作ったテンプレートを印刷するために使ってるプリンターです。以前はエプソンのカラリオシリーズを使っていました。シンプルな作りでコンパクトで、お値段も比較的お手頃だったのでおすすめです。ちなみにね、9年間使い続けてました。年末にパソコンを買い替えたら、パソコンとの互換性がなくなってて、買い替えを余儀なくされましたが、買い替えの必要がなかったらそのまま使っていました。9年も前のものだったので Wi-Fi の接続がなかったんですよね。なので今回新しく買い替えたのが Wi-Fi 対応になってたんで、結構やっぱ Wi-Fi ってめっちゃ便利なんだなって思ってます。フリーランスになってから自宅で印刷するものも増えたので、事務所用にも使えるプリンターを導入しました。本体に用紙をセットしておけるトレイもついてるし、インクタンクも大容量なので満足してます。ちなみにカラリオに比べてお値段は全然可愛くありませんでした。自作リフィルのいいところの一つでもある、自分の好きな紙に印刷できるのは自宅にプリンターがあるからこそのいいところです。お次はリフィルにする紙とリフィルに変えるリフィルメーカー。私は上質紙 90kg っていう比較的厚い紙を使っています。1年くらい使ってきましたが、厚い紙っていうこともあって裏写りの心配がなく使えています。その分ね、手帳全体に厚みが出るので、薄い方が好きな人は 90kg 以下の厚みがおすすめです。基本的に使う紙はこの上質紙 90kg なんですけど、時にはね、黒い紙だったりとかクラフト紙だったりとかトレーシングペーパーを使うこともあります。で、リフィルメーカーはカールさんのものを使っていて、真っ黒なこのリフィルメーカーは事務用品感が出ないので使っていて心地いいです。実はリフィルメーカーはもう一つ持ってて、作りがしっかりしたオープン工業さんの穴開けパンチです。こちらはカールさんのと違って用紙の位置を自分で決めなければいけないので、一番上に私はコピー用紙を半分に折って毎度穴を開けています。オープン工業さんの穴開けパンチは1回で全部の穴が開けられるのと、作りがしっかりしている面でおすすめできるので、どちらが自分に合っているかは要相談ですね。今日の動画はかねてよりリクエストの多かった自作リフィルについての第1回目、自作リフィルのいいところと使っている道具でした。自作リフィルのいいところは自分の必要なページだけを集めることができる。
テンプレートを作ることで時短にもなる、自分の好きな紙に印刷できる、この3つで、使っている道具はパソコンが MacBook Air で、ソフトが InDesign っていうソフト。そしてプリンターはキヤノンさんの G6030 で、リフィルに使っている紙は上質紙の 90kg で、リフィルメーカーはカールのものとオープン工業さんのものを使っています。次回の動画では作業画面の共有とリフィルを作る時のポイントを紹介していきます。ということで今日も最後までお付き合いありがとうございました。今日の動画が参考になったよっていう方や、楽しかったよ、応援しているよなんていう方は、ぜひグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。いまいちだった場合も正直にバッドボタンを押しちゃってください。もっと楽しんでもらえる動画を作ろうって思わせてくれる私にとって大切なボタンです。それではまた金曜日にお会いしましょう。モネでした。